今日も一日ご苦労様でした。このチャンネルはあなたを心地よい睡眠へと誘う朗読チャンネルです。夜の静寂に溶け込む死の調べ、心を落ち着かせる物語で眠りの世界へと導く物語をお届けします。この動画は死を取り入れた物語、オリジナルストーリーを5話お届けします。当チャンネル眠りの語り部では、あなたの夢のお供になる物語をご用意していますので、深い眠りへと旅立つ前に、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、おやすみなさい。雨音の調べ。大都市の早朝、ひっそりと降り続ける雨が街を静かに包み込んでいた。沢はいつものように雨具を着込み、図書館への道を歩いていた。雨の音が彼女の足音をかき消す。公園の一角に差し掛かった時、ふと老人がベンチに座っているのが目に入った。彼は雨宿りをしているようだったが、その手には古びた刺繍が握られていた。沢は好奇心に駆られ、その老人に声をかけた。その刺繍はとても古そうですね。老人は優しく微笑みながら答えた。ええ、これは私が若い頃に集めたものです。雨の日にはよく読んでいましたよ。ここに私のお気に入りの一編があります。読んでみませんか？老人が差し出した詩集から沢は詩を読み上げた。雨に濡れて街は静寂をまとう。誰もが急ぐ足を止め、一滴の音に耳を傾ける。そこには忘れ去られた時の囁きが。詩を読んだ後、沢は何か特別な感情に触れたように感じた。老人はさらに話を続け、私にはもう読む時間が少なくなった。あなたにとって何かのインスピレーションになれば。と言って沢に詩集を譲ることを提案した。沢は詩集を受け取り、その重みと古さを感じながら、何か新しい発見があるかもしれないと、期待を膨らませた。老人との出会いは、彼女の日常に新たな色を加え、これから始まる詩の創作に、不思議な力を与えてくれる予感がした。老人から贈られた詩集は、沢にとって、宝物のような存在となった。詩集のページをめくるたびに、彼女は老人が過ごした時代に思いを馳せ、彼の感じた情熱や悲哀を感じ取ることができた。ある日、老人が特に愛したという詩を見つけたとき、沢は自分でもその詩を完成させてみることに決めた。彼女はその詩の響きに耳を澄ませ、続きを綴り始めた。一節一節は彼女の内面から自然に湧き出るようで、彼女の手はほとんど自分の意志で動いているかのようだった。静かな雨の夜に思い出す。かすかな光を宿した窓辺。遠い記憶の中で君は笑う。時を超えてまだ心に残る声。詩を完成させた沢は、それを老人に見せるために再び公園を訪れた。老人は詩を読んで深く感動し、沢の才能を称えた。彼は自分の過去を語り始め、若い頃に失った恋人の話をした。その恋人もまた詩を愛する人だったという。老人の話に触れた沢は、詩集のページに新たな命を吹き込むことに、さらに情熱を感じるようになった。彼女は図書館の一角を利用して、老人の詩集からインスピレーションを得た詩を展示する小さなイベントを企画することにした。イベントの準備を進める中で、沢は地元の詩人たちとも交流を深め、彼らから多くの助言と励ましを受けた。展示会の日、沢は自信を持って、老人の詩と自分の詩を朗読した。会場には地元の人々が集まり、詩の朗読に耳を傾けた。沢の詩は聴衆に感動を与え、彼女の才能が認められる機会となった。詩の一節一節が聴衆の心に響き、多くの人々が彼女の創作活動を支援したいと申し出た。この成功を背景に、
沢はさらに多くの詩作に挑戦することを決意し、地元の詩のコミュニティにも積極的に参加するようになった。彼女の詩は徐々に形を変え、より深い感情表現を追求するようになった。沢は詩を通じて自己表現の真髄を探求し、自分自身と向き合う旅を続けた。展示会の成功によって自信を深めた沢は、さらに詩作に情熱を傾けるようになった。彼女は詩の朗読会を定期的に開催することを決め、その企画と運営に積極的に関わるようになる。沢は詩の力で人々が互いに心を通わせることができると確信していた。ある日、沢は図書館で老人の詩集を元にした新たな詩を作成していると、その場に偶然訪れた地元の詩人が彼女の才能に注目し、彼女を地元詩人協会の会合に招待した。この会合で、沢は多くの才能ある詩人たちと交流し、彼らから多様な詩のスタイルと表現方法を学ぶ機会を得た。沢は詩人たちとの交流を通じて自分の詩に新たな要素を取り入れるようになった。詩のテーマはより多様化し、形式も実験的なものを試すようになる。彼女は特に自然をテーマにした詩に魅力を感じ、雨がもたらす静けさや、その中で感じる感情の動きを詩に綴るようになった。以下はある雨の日に沢が書いた詩である。静寂を破る雨の雫。それは窓ガラスを叩き、私の心に問いかける。何を求め、何を思うのか。無数の雨粒が奏でる旋律に心を委ねて。この詩は地元の文学雑誌に掲載され、多くの読者から高い評価を受けた。沢の詩に対するアプローチが新鮮で、感情の深さを感じさせると評された。掲載後、彼女はさらに多くの依頼を受けるようになり、地元の学校や図書館での詩のワークショップを開催する機会も増えた。沢はこれらのワークショップで若い世代に詩の魅力を伝えると同時に、彼らからのフレッシュなアイデアにも触れることができた。若者たちの詩には独自の視点があり、彼女自身の詩にも新たなインスピレーションを与えた。詩の朗読会を重ねるごとに、沢は自分の詩を通じて人々の心にどれだけ影響を与えられるかを実感し、その責任感と使命感を新たにした。彼女は詩を通じて人々の日常に静けさと感動をもたらすことを目指し続けた。沢の詩が地元の文化において注目されるようになったことで、彼女は地方新聞に自身の詩を掲載する機会を得た。その詩がきっかけで、彼女は地元で開催される詩のコンクールに参加することを勧められた。沢は、この新しい挑戦に胸を躍らせながら、コンクールのための特別な詩を書き始めた。コンクールに向けて、沢は自身の過去の経験と、老人から受け継いだ詩集からインスピレーションを得て、詩を練り上げた。彼女は、特に雨をテーマにした詩を書くことに決め、雨の持つ静筆さと、それがもたらす感情の変化を表現する詩を完成させた。その詩は、次のように始まる。雨の中に息をする。落ちる雨滴は時を紡ぐ旋律。忘れ去られた昔の話を静かに語りかける。雨は悲しみも喜びも洗い流し、新たな始まりを告げる鐘となる。コンクールの当日、沢は多くの参加者と詩愛好家が集まる会場に足を踏み入れた。彼女の番が来ると、緊張しながらも堂々とステージに上がり、自分の詩を朗読した。その声は会場に響き渡り、聴衆はその場の雰囲気に引き込まれた。沢の詩は聴衆に強い印象を与えた。特に彼女が描く雨のイメージと、それが人々の心に与える影響を美しく表現していたため、多くの聴衆から感動の声が上がった。詩の朗読が終わると、彼女は温かな拍手を受け、詩人たちからも称賛の言葉を受けた。結果発表の際、沢の詩は高い評価を受け、彼女はコンクールで上位に入賞した。
この経験は彼女にとって大きな自信となり、さらに試作活動を続ける強い動機づけとなった。また、コンクールを通じて新たな詩人たちとの交流も深まり、彼女の創作活動の幅はさらに広がっていった。詩のコンクールを終えた沢は、この経験を生かして、さらに多くの人々に詩の魅力を伝えるために活動を展開することを決意した。彼女は詩を通じて人々の心に寄り添い、日常に彩りを加えることを目指していた。沢は詩のコンクールでの成功を背に、さらに自分自身の詩集を完成させることを目標にした。彼女はこれまでの経験と老人から受け継いだ詩集から得たインスピレーションをもとに、自分だけの詩を集めた一冊を編み上げていった。完成した詩集は雨が織りなす様々な情景と感情をテーマにしており、その中で沢は人々の日常に溶け込む雨の美しさと、それがもたらす心の変化を綴っていた。彼女は詩集の発表会を地元の図書館で開催することにし、多くの地元住民や友人たちを招待した。発表会の日、沢は自信を持って自らの詩を朗読した。その一節はこう始まる。雨が降りしきる夜に、私たちは過去を洗い流し、潤いを得て新たな夢を見る。雨粒が奏でる旋律に身を任せ、未来への一歩を踏み出す。彼女の詩の朗読は聴衆に深い感動を与え、会場は感嘆の声でいっぱいになった。詩集は会場に来ていた出版社の関係者の目にも留まり、沢に出版の提案がなされた。この出版契約は彼女にとって大きな節目となり、彼女の詩人としてのキャリアをさらに推し進めることになった。また、老人もこの発表会に出席しており、彼女の成功を見守る中で、彼は自分の詩集がこんなにも素晴らしい作品になるとは思わなかったと感激していた。沢は老人に感謝の意を表し、彼の詩集が自分の詩人としての道を開くきっかけとなったことを称えた。この日、沢の詩集は地元の図書館に寄贈され、彼女の詩はこれからも多くの人々に読まれ、影響を与え続けることになる。沢自身もこれを機にさらなる創作活動へと向かう決意を新たにした。夕暮れの思い出。杉本真治はその日、彼が経営するカフェの片隅で、夕暮れの朗読会の準備をしていた。普段は穏やかな彼の表情にも、この日ばかりはわずかな緊張が浮かぶ。店内には木のぬくもりを感じさせる家具が並び、壁には彼の旅先で撮った写真が飾られている。それぞれの写真には、見る人の心に静かな物語を語りかける力がある。夕暮れ時、西の空はオレンジ色に染まり始め、その暖かな光が店内を優しく照らしていた。参加者たちは次々とカフェに集まり、緊張と期待を胸に秘めながら、お互いに軽くうなずき合った。彼らの中には、老若男女様々で、それぞれが持ち寄った詩のノートを大切そうに抱えている。真治は一人一人を温かく迎え入れた後、小さなステージに立ち、皆さん、今夜はこうして集まっていただき、本当にありがとうございます。この夕暮れの光の中で、皆さんの素晴らしい詩を聞かせてください。と言って、最初の参加者をステージに招いた。最初に登壇したのは、地元の高校教師。彼は静かな声で、海を見つめる少年の心情を綴った詩を朗読し始める。詩の言葉は、波の音とともに、聴衆の心に静かに寄り添い、夕暮れの海岸を思い浮かべさせた。次に続いたのは、若い女性の詩。彼女の詩は、恋と別れをテーマにしたもので、切なさと希望が交錯する情景を描いていた。彼女の声は、時折震え、その感情の真実さが、参加者たちの心を打った。そして、真治自身がステージに立った。彼は、深呼吸を一つしてから、自分の若い日の詩を読み始めた。
夕暮れに染まる街、過ぎ去りし日々を追いかけて、心の奥底に残る、あの日の光を求めて、風に吹かれて散る花のように、僕らの時間もまた流れていく。でもその一瞬一瞬が、今の僕を作る。だから、この場所で、あなたたちと共に、詩を紡ぐ時間が、何よりもかけがえのないものに思えるのです。朗読会は夕暮れと共に進み、参加者たちは一つ一つの詩から感じ取る感動を共有しながら、次第に心を開いていった。外はすっかり暗くなり、カフェの明かりだけが夜の帳を照らす中、シンジは心からの感謝を込めていった。今宵は皆さんのおかげで、とても素敵な夜になりました。ありがとうございます。朗読会の終わりが近づき、カフェの外ではすっかり夜が更けていた。夜の静けさが全てを包み込む中、シンジは参加者たちに提案した。少し涼しくなったし、みんなで海辺まで散歩に行きませんか？夜の海はまた違った美しさがありますよ。参加者たちはこの提案に賛同し、一行はカフェを出て夜の帳のもと海へと向かった。彼らが歩く道は古い街灯に照らされながら静かに海へと続いていた。海の近くに来ると波の音が徐々に大きくなり、そのリズムが心地よい背景音楽のように聞こえてきた。海辺に到着すると参加者たちは思わず息を飲んだ。月明かりが海面を照らし、光が波の上を踊るように反射していた。シンジは焚き木を集め、簡単な焚き火を作った。火が灯ると、その温かみが彼らを一層引き寄せた。火を囲んで座り、シンジは再び言葉を取り上げた。今日は本当に素敵な歌をたくさん聴かせてもらいました。詩は私たちの心を照らし、時には救いも与えてくれます。今夜はこの海辺でもう一度心からの歌を皆さんと共有したいと思います。一人また一人と参加者たちは自分の心の中にある言葉を詩として表現し始めた。ある人は愛について、またある人は失われた時間について語った。話は深くなり、それぞれの詩からは彼らの生きた証がにじみ出ていた。シンジも彼らの話に心を寄せながら、自分がこの夜に読んだ新しい詩を読み上げる準備をしていた。彼の詩はこんな風に始まった。月明かりの下で、私たちの声は海に吸い込まれていく。ここにいるすべての人が、それぞれの道を歩いてきた。波は過去を洗い流し、新しい波がまた打ち寄せる。この繰り返しの中で、私たちは何を見つけることができるだろう？ここに集まった意味、そして共有した時間。すべてはこの一瞬に意味をなす。夜の海を前にして、私たちの歌はささやかな光となり、お互いを照らし出す。それぞれの心に希望の光を灯し続けよう。詩を終えると一同から温かな拍手が湧いた。彼らは互いの言葉に感動し、深いつながりを感じていた。火が揺らぐ中、彼らはもう少し海辺で時間を過ごし、心を共有し続けた。そして、それぞれの心に新たな光が灯り始めていた。夜が深まるにつれて、焚き火も少しずつ小さくなっていった。参加者たちは、それぞれの心に残る言葉を、静かに海に託していた。シンジは、自分たちが共有した詩の力を感じながら、参加者一人一人の表情を見ていった。彼らの目には、それぞれの生き様が映し出されていて、その深さに、改めて心が打たれた。一人の中年男性が話し始めた。彼は自分の若い頃の失敗と、それを乗り越えてきた経験を詩に込めていた。その言葉は力強く、聞く者に勇気を与えるものだった。彼の詩に触発され、
他の参加者も自分たちが直面した困難や挑戦について話し始めた。シンジはこの夜、死がただの言葉ではなく、人々の魂を結びつける強い糸であることを再認識した。彼自身も参加者たちの話に触れて自分の過去を振り返ることにした。彼は深呼吸を一つしてから新たに綴った詩を読み上げた。波の音を背にして、ここにいるおのおのが抱える重たい石も輝く宝石も、私たちはそれらを海に投げ込む。時には石が重く、波に飲み込まれそうになる。でも、また浮かび上がり、新たな息吹を得る。この繰り返しの中で、私たちは学ぶ。自分自身とお互いの価値を。今夜ここに集まったすべての人が、心の負担を少しでも軽くできるように。そして新しい朝が来た時、新たな章が始まる。詩を終えたシンジを中心に参加者たちは自分たちがこれまでに経験したこと、感じたことを共有し続けた。彼らの話は深く、時に激しく、時には慰めの言葉になった。それぞれの話が終わるたびに、彼らはお互いをより深く理解し、新たな絆を感じ始めていた。夜が更けていく中、シンジはこの一夜で得た多くの洞察と感動を心に刻んだ。彼は参加者たちに感謝の言葉を述べ、この夜の経験が彼らの人生にどのような影響をもたらすかを考えながら、静かに話を締めくくった。今夜は本当にありがとうございました。お互いの歌を通じて多くのことを共有できたことを嬉しく思います。この経験がそれぞれの人生の新たな章の一部となることを願っています。またこうして集まれる日が来ることを楽しみにしています。参加者たちは、シンジの言葉にうなずきながら、火が消えかける中、静かに帰路に着いた。彼らの心には、この夜の死とともに、新たな希望と理解が宿っていた。夜が明ける前の静かな時間、シンジと参加者たちは徐々に散り始める。海辺で過ごした一夜は、それぞれに深い感動と顧みる機会を提供した。シンジはカフェに戻る道をゆっくりと歩きながら、昨夜一緒に過ごした人々の顔を思い浮かべる。彼らの死と話は、彼の心に新たな光を灯した。カフェに戻り、シンジは一息つくと、自分のノートを取り出し、新しい詩を書き始めた。この詩は、夜通しの体験をもとにしたもので、自分自身と他人とのつながりについての洞察を綴ったものだった。彼のペンが、紙を滑る音だけが、まだ静まり返ったカフェの中で聞こえる。シンジは書きながら、昨夜の出来事が自分にどのような影響を与えたのかを考えていた。彼は人々の話から感じた共感や理解を形にしたいと思った。彼の詩はこんな風に始まった。静かな海の声に耳を傾けながら、私たちはお互いの深い部分に触れた。暗闇を共に歩み、光を求めた一夜。心の中の隙間を詩で埋めてゆく。夜明け前の冷たい空気が私たちの思い出を新たにする。共有した言葉が時を超えて響き渡る。つながりは見えない糸で結ばれている。この糸を手繰り寄せながら私たちは新しい日を迎える。夜の終わりとともに心は一層強くなる。朝日が昇ると私たちの話は海に帰る。しかしその影響は残り続け、私たちの中で生き続ける。詩を書き終えたシンジはノートを閉じ、窓の外の朝日を見つめた。彼はこの詩を次の朗読会で読むことを決心し、それがどのように参加者たちの心に届くかを楽しみに思った。彼の心は共有された夜の深いつながりで満たされていた。
その後、数日間、シンジはカフェの営業を再開し、日常の忙しさに戻った。しかし、海辺での夜の記憶は、彼の日々に新たな色を加えていた。顧客たちにはいつもよりも柔和な笑顔を見せ、彼の作るコーヒーにはいつも以上のぬくもりが感じられた。朝が来ると、シンジは再び海辺を訪れ、夜通しの出来事を思い出しながら、静かに歩いた。彼は、海からの風を感じながら、自分がどれだけ多くの人々と、深いつながりを持っているかを実感した。そして、これからもそのつながりを大切にし続けることを誓った。数ヶ月が経過し、季節は移り変わっていた。シンジは約束通り、再びカフェで詩の朗読会を開催する準備をしていた。今回の朗読会は、あの夜、海辺で共有した経験を振り返る、特別なものとなる予定だった。夕暮れ時、参加者たちは、一人また一人とカフェに集まり始めた。彼らの顔には、前回の会からの成長と変化が感じられた。シンジは彼らを迎え入れながら、それぞれが過去数ヶ月で感じた変化を共有してもらうことを期待していた。会が始まると、シンジは自分の新しい詩集を手に取り、まずはじめに読み始めた。この歌は、あの夜、皆さんと共に過ごした時間からインスピレーションを得て書いたものです。それぞれの言葉が、新しい章を開く助けとなったことを感謝しています。彼の詩は再び会うことの喜びと過去を振り返りながらも未来へと歩み続ける決意を表現していた。再びこの場所でみんなの声を聞きながら、あの夜の海のように静かに、しかし確かに私たちは前へ進む。時の流れに身を任せ、新たな波が私たちを運ぶ。これからも変わらずにお互いの光を分かち合いながら共に成長していくことを願う。詩を読み終えた後、参加者たちも一人ずつ自分の詩を読み上げた。それぞれが過去数ヶ月で経験したこと、感じたこと、学んだことを詩にしていた。この共有する時間がさらに彼らの絆を強め、お互いをより深く理解する機会となった。夜が更けるにつれて、シンジは感謝の気持ちを込めて最後の言葉を述べた。今夜も素晴らしい詩を聞かせていただき、心から感謝しています。私たちの旅はまだ続きますが、このカフェでの時間が皆さんにとっての灯台となれば幸いです。参加者たちは新たな希望を胸に再び日常へと戻っていった。シンジもカフェの片付けを終えると一息ついて夜空を見上げた。星々が瞬いているのを見ながら彼は自分の詩がこれからも多くの人々に光を与え続けることを願った。灯台の見た夢。春一郎は灯台の一室で古い写真を手に取った。海の色が変わる時刻、夕暮れ時。彼の目の前の窓からは広がる海原が金色に輝き始めていた。彼は写真の中の女性を見つめ、ほのかな潮風が記憶を呼び覚ます。あなたと見た夕日、忘れられない夏の日、静かな海の声が今でも耳に残る。彼はふと彼女がよく朗読していた詩を思い出した。その詩を静かに声に出す。詩の一節一節が過去の美しい時間を彼に思い出させる。でもその美しさが同時に彼の心に痛みを与える。過去は戻らない。彼女はもういない。波が引くように君もまた去っていった。残されたのは砂の上のわずかな足跡と壊れかけた貝殻のかけら。春一郎は写真を机の上に静かに戻し、窓の外を見た。海は変わらずに広がっているが、今の彼には何かが違って見える。彼は自分の中の何かを探し始める。遠い記憶の中で彼女と共有した夢、希望、そして失われた未来。
さよならの意味を今更ながらに知る。海辺で拾ったあの日の貝殻のように、君は美しく僕の手からこぼれ落ちた。彼は灯台の階段を上がり始める。一歩一歩灯台の明かりに近づくたびに、彼の心も少しずつ明るくなるような気がした。彼は知っている。過去を振り返るだけでは前に進めない。新しい日々を受け入れ、新しい光を灯台から放つ時が来たのだ。遥か一郎は灯台の最上部に立ち、誕生日の朝を迎えた。海は穏やかで、太陽が水平線からゆっくりと昇っていく。彼の心は静かで、しかし寂しさも感じていた。今日は彼の34歳の誕生日だ。いつもは誰かと一緒にいた日だが、今は一人だ。彼は灯台の小さなキッチンでコーヒーを入れながら、過去の誕生日を思い出す。友人たちと賑やかに過ごした日々、そして彼女と過ごした最後の誕生日。それからの毎年、春一郎はより深く自己と向き合う日として、この日を静かに過ごしている。コーヒーを手にした彼は、海を眺めながら窓際に座る。そして、毎年恒例の自分自身への手紙を書き始めた。春一郎へ、また一年が過ぎ、海は変わらずに、その美しさを保っている。君もまた、この一年で少し成長したかな？失った愛にとらわれず、新しい一歩を踏み出せたか？海が教えてくれたのは、波のように人生もまた、去りゆくものと来たるべきものがあることだ。だからこそ、過去を振り返りつつも、前を向く勇気を持つことが大切だと。今年の君への願いは、もう一度心から笑える日が訪れること。そして、誰かとその喜びを分かち合えることだ。手紙を書き終えた春一郎は、ふと窓の外を見た。海からの風が彼の顔を撫で、新しい一年への希望をそっと囁くようだった。彼は自分の中に新たな詩が湧き上がるのを感じ、静かに紙に書き留めた。時の流れに身を任せて、明日への船を漕ぐ。波は時に優しく、時に厳しく、けれど、そのすべてが僕を前へと導く。海に問いかける、孤独な夜明けの声に、答えは風に乗り、僕の心に静かに響く。誕生日の一日は静かに過ぎていったが、春一郎にとっては意味のある一日だった。彼はこれからも灯台森として、また一人の人間として、自らの道を歩んでいくことを決意する。夜は更け、灯台の光は遠く海へと続く道を照らし続けた。夜の海は静かで、星の光が水面にちらちらと反射していた。春一郎は、灯台の仕事を終えた後、しばしば夜の散歩を楽しむ。彼にとって、星明かりの下での散歩は、日々の疲れを癒し、心を落ち着かせる時間だった。この夜も、彼はいつものように海岸線を歩いていた。波音だけが、静かな夜の伴奏をしている。春一郎は思考を巡らせながら歩いていたが、ふと足元に異変を感じ、立ち止まった。彼の足元には砂に半ばうずもれた古ぼけた木片が見えた。興味を惹かれた春一郎はそっと木片を掘り出し始めた。数分後、彼の前には古い船の残骸が現れた。木材は海水によってかなり侵食されていたが、まだその形をとどめている。春一郎は、この船がどこから来たのか、なぜここにあるのかを知りたくなった。彼は、灯台のアーカイブルームに戻り、過去の記録を調べ始めた。記録の中で、彼は船の名前、ミリアム号と、その船長が、かつてこの灯台の灯台森だったことを発見する。その灯台森は、彼がまだ若かった頃、海で遭遇した大嵐で、船と共に失踪したと記されていた。この発見に心を揺さぶられた春一郎は、さらに調査を進めることを決意する。深夜、灯台の明かりだけが彼の調査を照らす。彼は失われた灯台森の日記を見つけ、そのページをめくるごとに、春一郎は彼と自分との間に奇妙な縁を感じ始めた。
日記には船長の日々の生活、愛する人への思い、そして灯台への深い愛着が記されていた。春一郎は海岸に戻り、残骸からさらに多くの手がかりを探し出す。彼はその場で小さな詩を読む。月明かりの下で沈黙が語る過去の物語。波は時間を運び、遠い記憶をこの岸に寄せる。暗夜に佇む一つの影として昔日の灯台森の足跡をたどる。彼の旅は終わりを告げず、ただ普段の波のように永遠に続く。彼の心はこの古い船と灯台森の物語に深く引き込まれ、春一郎自身もまた新たな旅の一部となることを感じた。夜が明けるとともに、彼はこの船とその船長の物語を今の世に伝える決意を固めた。灯台の光が春一郎の新たな道を照らし出す。夕暮れの海は春一郎にとって特別な時間だった。彼はよくこの時間に海岸を散歩し、沈む太陽と共に過ぎ去る日々を思う。しかし今日は何かが違った。彼は砂浜に足を踏み入れると遠くに人影を認めた。その姿は遥か昔、彼の心に深く刻まれた人のそれだった。彼女の名はゆい。春一郎とはかつて深い愛で結ばれていたが、運命が二人を引き裂いた。彼女は何年も前にこの町を離れ、それ以来彼は彼女のことを思い出すことすら避けていた。ゆい。春一郎の呼びかけに、彼女は驚いた表情で振り向いた。夕日が彼女の顔を照らし、年月が彼女に加えた変化を浮かび上がらせた。しかし、その目は昔と変わらず、彼を深く見つめていた。春一郎、こんなところで何してるの？散歩だよ。君はなぜここに？ゆいは少し沈黙した後、ゆっくりと話し始めた。彼女もまた過去を振り返るため、そして何かを終わらせるために、この町に戻ってきたという。二人は海岸を歩きながら、失われた時間を取り戻すかのように話を続けた。日が沈むにつれ、彼らの会話も深まり、かつての愛が今も残っていることをお互いに感じ始めた。ゆい、僕たちはどうしてこうなったんだろうね。わからない。でも、あの時はそれが最善だと思ったの。彼女の言葉に、遥か一郎はうなずいた。そして、海の見える岩の上に座り、夕日を背にして、彼はポケットから小さなノートを取り出した。それは、彼が詩を書くためのもので、ゆいのために書いた未発表の詩が残っていた。この詩、君に捧げたかったんだ。彼は、ゆっくりと詩を読み始めた。あの日見た夕焼けのように、お互いの心は赤く燃えた。でも夜が来て、星が輝き始めると、私たちは遠く離れていった。もしまたこの浜辺で会えたなら、言葉ではなく、ただ抱擁で全てを語ろう。紛れもない愛を波の音に乗せて、二人の間の沈黙を満たそう。詩を終えると、二人の間には新たな理解が芽生えた。かつての愛が完全には消えていないことを知り、互いに寄り添いながら、再び夜の海を見つめた。静かな波の音が彼らの心に響いていた。春一郎とゆいは長い夜を海辺で過ごした後、夜明けの光を一緒に迎えた。彼らはお互いに向かい合い、手を取り合うと新たな決意を固めた。かつての痛みと悲しみを背負いつつも、互いの存在が再び光をもたらしたことを確信していた。ゆい、君ともう一度やり直したい。今度は過ちを繰り返さないように。私も、春一郎、私たちの時間はまだ終わっていないわ。太陽が完全に海から昇ると、その暖かな光が二人を包み込む。新しい始まりにふさわしい、美しい朝だった。春一郎は、ゆいの手を引き、灯台へと向かった。彼の心には、新たな詩が浮かんでいた。昨日の影を越えて、今日の光が私たちを導く。波は許しのメロディーを奏で、潮の流れに未来を託す。私たちの足跡は砂に残り、やがて波に現れても
新しい道を歩む勇気を海が私たちに教えてくれる。灯台の頂上に立ち、春一郎は結と共に広がる海原を見渡した。彼はその場で結に詩を朗読し、その言葉に込められた希望と愛を彼女に伝えた。結は涙を流しながら春一郎を抱きしめ、二人の心は完全に一つになった。その日から春一郎と結は共に新しい人生を歩み始めることを誓い、灯台は二人の新たな愛の象徴となった。春一郎は灯台森として、また詩人として自分の感じたことを形にすることに一層情熱を注ぐようになった。結もまた春一郎の隣で彼の詩にインスピレーションを受けながら自分自身の新しい夢を見つけていく。灯台の光は変わらず遠く海へと続く道を照らし続けた。二人の新しい物語はその光に導かれるように希望に満ちた未来へと続いていく。星降る夜の偶話。ベンジャミンは海辺の町の小さなパン屋で毎朝のように温かいコーヒーを片手に詩を綴っていた。この町に越してきてからというもの、彼の日課となっている。窓の外には潮風に揺れるカモメたちが白波を跳ねる浜辺で遊んでいる。そんな穏やかな光景が彼の創作の源となっていた。ある曇りがちな朝、パン屋の店主であるマルタが壁の修理中に古びた封筒を見つける。ベンジャミン、これを見てくれ。お前が好きそうなものだ。と、彼女は言い、封筒を手渡した。手紙は黄ばんでおり、古いインクで書かれた文字がかすかに残っているだけだったが、ベンジャミンの好奇心はすぐにかき立てられた。手紙には町を創設した初代の村長からのメッセージが含まれていた。それは未来の住人へ向けた言葉と、この地に隠された秘密についてのヒントが記されている。この発見により、ベンジャミンは自らのルーツとこの町の過去にさらなる興味を抱くことになる。彼は手紙を手に取り、その場で即興の詩を読み上げた。詩はこう始まる。かつての言葉たちよ、時を超えて、私の前によみがえれ、星降る夜の語り部となれ。あなたが隠した秘密を、静かな波のように、この岸辺に静かに打ち明けておくれ。ベンジャミンは手紙を読みながらどこか感慨深い表情を浮かべる。この手紙は彼の今後の施策に新たなインスピレーションをもたらすだろう。そしてその日から彼は町の図書館で過去の記録を漁り始めた。彼は知る。この町と自分との間には思いがけないつながりがあったのだと。ベンジャミンは町の図書館の古い文献セクションで何時間も過ごした。彼がそこで見つけたのは町の創設に関わった人々の日記、手紙、そして新聞の切り抜きだった。それらを一つ一つ丁寧に読み進める中で、彼は町の創設者たちが直面した困難へ喜び、そして彼らが残したいと願った理念に心を打たれた。ある日、彼は特に古い日記を発見する。その日記は町の創設者の一人であるエリザベスによって書かれたもので、彼女は彼の曽祖母だったことが明らかになった。日記には星が輝く夜に祈りを捧げ、町に平和がもたらされることを願う詩が書かれていた。ベンジャミンはその詩に感動し、その日の夜、町の小さな公園で開かれた詩の朗読会で、その詩を朗読することにした。詩はこうだ。星たちよ、高く、遥か彼方から、この小さな町の平和を見守り続けておくれ。私たちの願い、ここに生きる喜びを永遠にこの地に宿して。朗読が終わると、観衆からは温かな拍手が送られた。その中には、ベンジャミンがこれまで見たことのない年配の女性がいた。彼女はエリザベスの友人で、彼女からベンジャミンの家族の話を聞いていたという。女性はベンジャミンにさらなる手紙と写真を渡し、
彼の家族の歴史について語り始めた。この出会いはベンジャミンにとって新たな章の始まりを意味していた。彼はその夜、家に帰りながら空を見上げ、星々が彼の運命を照らしているような気がした。そして彼の心に新たな詩が浮かんできた。彼は家に着くや否や急いでそれを紙に記した。その夜、ベンジャミンは星降る空の下、心に浮かんだ詩を紙に書き留めた。詩は彼の家族の歴史と彼が今立つ町の過去をつなぐもので、彼はこれを次の朗読会で読むことを決意した。翌朝、彼は再び図書館へと足を運んだ。今回の目的は女性から受け取った写真に写っていた建物や人々に関する情報を探ることだった。彼は写真を手に何時間も古いアーカイブや地図を砂取った。その中で特に一枚の写真が彼の注意を引いた。それは町の創設期に建てられた古い教会の前で集まる家族の写真だった。写真の中には若いエリザベスと見知らぬ男性が並んでいる。彼の直感はその男性が何らかの重要な秘密を持っていると告げていた。一方で、ベンジャミンは町のカフェで定期的に開かれる詩のワークショップを主催するようになり、地元の人々との交流が増えていった。彼の詩は人々に愛され、町の文化的な象徴として次第に認知されるようになる。そんなある日、ワークショップの中で彼はエリザベスと男性の真実を明かす詩を朗読した。遠い日の影、時間を超えて、二人の秘密が今、光へと導かれる。この町の礎となった愛と理性。星の導きにより、今、謎が解ける。朗読が終わると、聴衆の中から一人の老人が前に進み出た。彼はエリザベスの残した日記の存在を知る唯一の人物で、その日記がベンジャミンの家族と町の運命を大きく変える内容を秘めていることを明かした。老人はベンジャミンに日記を託し、彼の家族と町の未来を照らす鍵であることを伝えた。この新たな発見により、ベンジャミンは自らのルーツと町の歴史の真実に一歩近づく。星の下で新たな詩を綴りながら、彼は次なる章への準備を始めた。ベンジャミンは老人から受け取った日記をその夜星明かりの下で慎重に開いた。ページをめくる手は震え、彼の心は期待と不安でいっぱいだった。日記の中にはエリザベスが若い頃に書いた詩、彼女の詩作、そして町の未来についての彼女の願いが綴られていた。日記には町が直面するかもしれない試練と、それを乗り越えるための鍵となる、星の涙という謎の言葉が記されていた。ベンジャミンは、この言葉が何を意味するのか、真実を解明するために、町の古老たちとの話し合いを重ねた。一方で、ベンジャミンは日記に触発されて、新たな詩を創作し、それを町の公園で開催される文化祭で、朗読する機会を得た。彼の詩は過去と現在、そして未来をつなぐ架け橋となり、聴衆に深い感動を与えた。詩はこうだ。星の涙よ、静かに夜空を照らせ。この町の守り神となり、未来への道を示して、私たちの心に希望の光を永遠に灯し続けよう。つながる過去と今、そしてこれからも。詩の朗読が終わると、ベンジャミンは老人から、星の涙が実は町の古い井戸に隠された宝石であることを知らされる。その宝石は、町を設立した先人たちが集めた、希望と平和の象徴だった。しかし、何年もの間、その存在は忘れ去られていたのだ。ベンジャミンは、町の人々と共に、井戸へと向かい、星の涙を見つけ出す。宝石は美しく輝いており、その光は人々の心に新たな希望を灯した。彼はこの発見を祝して町の中心で新たな詩を朗読し、人々を一つに結びつけた。星の涙を見つけた日から町の人々の間に新たな絆と希望が生まれた。
ベンジャミンはその神秘的な宝石の発見がもたらした変化を見て、感動のあまり新たな詩を綴った。そしてその詩は町の新しいシンボルとして公園の入り口に刻まれることになった。詩はこう始まる。静寂の夜に輝く一粒の涙よ。過去を映し出し、未来を照らす光となれ。この町の心に希望の種をまき、共に歩む道、星が照らす道を行こう。公園での記念式典の日、ベンジャミンはこの詩を朗読し、集まった町の人々は一斉に拍手を送った。式典の後、彼は星の涙を公開展示する小さな博物館を設立する提案をし、町の人々からの賛同を得た。博物館は町の歴史だけでなく、この新しい発見を記念する場所となった。月日が流れ、ベンジャミンの詩は広く読まれるようになり、彼自身も町の詩人としての地位を確立した。彼は自分が詩を通じて人々の心に何かを伝えられることに深い喜びを感じながら次世代に向けての作品を書き続けた。詩の朗読会や文化活動が町の日常となり、人々はそれぞれの日々を豊かな心で過ごすようになった。ベンジャミンは星降る夜を背に、彼が過ごした時間、詩に込めた思いを振り返りながら静かに微笑んだ。夜空の彼方へ。ヨーロッパの古都、夜の帳が降りるとともに、街の明かりが一つ一つ灯り始める。石畳の道を歩きながら、結城林はその静寂と時折吹き抜ける風の音に耳を傾けた。彼はここに詩の新たなインスピレーションを求めてきたのだ。街の中心にある古い図書館を訪れると、結城は静かにその扉を開けた。図書館の中は歴史を感じさせる木の棚と年代を重ねた書物で溢れていた。彼はゆっくりと歩き、ひときわ古びた詩集の一冊を手に取る。ページを開くと、そこには何世紀も前の詩人の魂が息づいているようだった。彼はその場で、ふとインスピレーションを受けて、詩を書き始めた。静けさの中で、土器の声を聞く。古びたページに触れ、過去からの囁きが、今、僕の中に生まれる。この詩を書き留めた結城は、図書館の一角で開かれている小さな詩の朗読会に参加することにした。そこでは地元の詩人たちが自らの作品を披露している。彼の番が来た時、結城は自信を持って立ち上がり、先ほど書き上げた詩を朗読した。街の灯が一つずつ消えていく夜に、僕は過去と対話する。石畳にこだまする足音が、時間をかけて紡いだ言葉たちを運ぶ。朗読が終わると、会場からは温かな拍手が送られた。結城はこのことと、その詩人たちとの出会いから、新たな創作の扉が開かれることを感じていた。結城林はヨーロッパのことに滞在して1週間が経過し、彼は詩の創作に没頭していた。特に彼が気に入っていたのは町の小さな古いカフェだった。そのカフェは地元の詩人たちが集まり、自作の詩を共有し合う場所となっていた。ある晩、結城はカフェの角の席に座り、窓の外を行き交う人々を眺めながらノートに詩を書いていた。彼の心はこの町の美しさと古さに触れて新たな言葉を紡ぎ出していた。その時、彼の隣の席に座ったのは地元で評価の高い詩人グループの一員、エマだった。エマは結城の詩に興味を持ち、話しかけてきた。あなたの詩、とても感動しました。私たちのグループで一緒に詩を学びませんか？エマの提案に結城は驚きつつも興味を持った。グループに加わった結城は毎週のセッションに参加し、様々な詩人たちとの交流を深めていった。彼らはそれぞれ異なる背景を持ち、異なるスタイルの詩を書いていたが、共通していたのは詩への深い愛情だった。
次のセッションの日、勇気は自分が最近書き上げた詩を朗読する機会を得た。彼は緊張しながらも深呼吸をしてから読み始めた。街の片隅でコーヒーの香りに包まれて、窓外の喧騒が遠く感じられる。ここは過去と未来が交差する場所。言葉は時間を超えて旅をする。勇気の詩は聴衆に強く響いた。特に彼の詩の中にある時間と空間を超えた表現が評価され、彼自身も新たな発見をした。エマや他のメンバーからのフィードバックを受け、勇気は自己の詩のスタイルをさらに深める決意を固めた。この日をきっかけに、勇気は自分だけの詩のスタイルを確立するための旅を続ける。彼は毎日のようにカフェで詩を書き、セッションでの交流を通じて自己表現の方法を模索していった。やがて彼は詩のコンテストに向けて準備を始めることになる。ある朝、目覚めて窓を開けると、新しい風が吹き込んできた。それは変化の予感を運んでいて、僕はペンを取り、新たなページを開いた。詩人としての自分を確立しようとする勇気の旅は続いていく。コンテストの日が近づくにつれ、勇気林の日々は、ますます詩の創作に捧げられるようになった。カフェでのセッションでは、彼は詩の表現やテクニックを磨き上げるため、他の詩人たちと熱心に意見を交わし、互いに刺激を受け合っていた。しかし、大切なコンテストを前にして、彼の心は次第に重くなっていく。ある夜、勇気は完成させたはずのコンテスト用の詩の原稿を見失ってしまう。原稿は彼のバッグの中、あるいはカフェのどこかに置いてきたかもしれないが、どこを探しても見つからない。時間は刻一刻と過ぎ、彼の焦燥感は増すばかりだった。深夜のカフェで一人、勇気は新しい詩を書き始める決意をする。彼はすべての感情を込め、ペンを走らせた。失われた言葉たちよ、どこへ行ったのだろう。夜空に消えてしまったのか、それともまだ、この街のどこかに。新しい詩を書くことは、彼にとって自己の内面との対話であり、真実を見つめ直す旅でもあった。彼は自分自身の不安や希望、そして過去の経験を詩に込めていく。でも、僕は進まなくてはならない。新しい言葉を紡ぎ、新しい世界を創造する。これが僕の運命だと、今、知る。完成した詩は、彼がこれまでに書いた、どの作品よりも深く、感動的だった。朝が来る頃、勇気は詩を仕上げ、一息ついた。彼は自分が新たな詩を作り出したことに安堵感を覚え、同時に新しい自己を発見した喜びを感じていた。コンテスト当日、勇気は自信を持って新しい詩を朗読した。会場に集まった多くの詩人や観客から彼の詩は熱烈な拍手を受けた。風は語りかける。新しい朝が来る。僕はこの道を選んだ。それは誰も歩かない。僕だけの道。詩の朗読が終わった後、多くの人々が彼に声をかけ、彼の作品について称賛の言葉を送った。勇気は自分が選んだ道、詩人としての道に確信を深め、これからも詩を通じて自分自身と向き合っていくことを決意した。コンテストでの成功により、勇気林は詩人として一定の評価を確立した。しかし、彼の心の中にはまだ満たされない空虚感が残っていた。詩を通じて自己表現を追求する中で、彼はさらなる創造性とオリジナリティを求めるようになる。勇気は自分だけの詩のスタイルを確立するために、再びヨーロッパ各地を旅することを決意する。彼の旅の目的は、新たなインスピレーションを探し出し、未知の文化や風景に触れることにあった。その過程で彼は、異なる詩人たちとの交流を深め、彼らから多くを学び取る。旅は、新たな自我を発見する旅。見知らぬ街で、見知らぬ言葉に耳を傾け、その音が心に響く。僕は、それを詩にする。
各地を巡る中で、結城は多くの古い文学作品に出会い、それらから強い影響を受ける。特に、ある小さな村で出会った古文書には、中世の詩人が記した未発表の詩が含まれていた。その古文書からインスピレーションを得た結城は、新たな詩作品のアイデアを練り上げる。月明かりの下、古文書を読む。その言葉たちは時を超え、今もなお、僕の心に語りかける。僕はその声を拾い上げ、新たな詩に込める。結城の詩は次第にその地域の人々にも認知されるようになり、彼は地元の文化イベントで特別ゲストとして招かれることも多くなった。彼の詩の朗読会は多くの観客を引きつけ、彼の詩への理解を深める場となった。この時期、結城は自分の詩の表現に新しいテクニックを取り入れ始める。彼は言葉のリズムや構造を変えて詩の伝える力を強化する。その試みは彼の詩の新たな魅力を引き出し、彼自身のアーティスティックなアイデンティティをさらに確立させる。波の音を聞きながら詩のリズムを考える。言葉一つ一つが海のように深く、広く、果てしなく広がっていく。結城の詩の朗読会が終わると、多くの人々が彼のもとに集まり、感動の言葉を伝えた。彼の詩は人々の心に深く響き、多くの支持を集めることとなった。結城は自分が詩人として歩むべき道を確信し、その道を進むことに全力を尽くすことを決心する。コンテストでの成功と数々の旅を経て、結城林は詩人としての自分を確立した。彼は多くの国を訪れ、多様な文化との出会いを通じて、その経験を詩に昇華させた。しかし、彼はまだ探求を止めない。結城はさらなる創造の自由と平和を求めて、再び旅立つ決意を固める。旅の終わりは、また新たな旅の始まり。僕はこの道を行く。限りなく広がる空の下で。彼の足は自然豊かな北欧の小国へと向かった。その地で結城は季節の変わり目の美しさを目の当たりにし、冬から春への移り変わりを詩にする。彼は自然と調和しながら、そこでの生活から新たなインスピレーションを受ける。雪解けの水が川を流れ、春を告げる花が咲き誇る。僕はその一部となり、死と共に永遠に生きる。この地で、結城は地元のコミュニティと交流を深め、彼らの伝統や物語からも多くを学ぶ。彼の詩は、その地の人々に愛され、時には彼らの祭りや集会で特別な演出として朗読されるようになった。結城の存在感は、ただの訪問者から、その土地の文化の一部を形成するほどになった。彼の旅と創作活動は自分自身との対話であり、世界との対話でもあった。結城は詩を通じて人々とつながり、彼らの心に訴えかける力を知った。彼はその力を信じ、詩の旅を続ける。どこまでも行く、この道を、星の光に導かれて。僕の詩は、世界と共に、時を超えて響き続けるだろう。物語は、結城が新たなインスピレーションを求めて、世界を旅する姿で終わる。彼の詩は、時間や場所を超えて、多くの人々に影響を与え続け、彼自身も絶えず新しい発見を求めて前進することを、決してやめなかった。